これは体験者やその知人から直接聞いた実話怪談である。あなたが出会ったのは、これは東京でタクシードライバーをしていた私の祖父の体験談です。祖父がいつものようにタクシーを走らせていたある日の深夜、暗くなった道を適当に走らせていると、病院の近くで手を挙げている女性を見つけたんです。赤いワンピースを着て赤ん坊を抱いていました。車を止めてドアを開けると、タクシーに乗り込んだその女性が、〇〇までお願いします。と行き先を告げてきました。その目的地までは少し距離があったんですが、普段その時間は利用客も少ないため、祖父は喜んで車を走らせたそうです。お客さん、この時間に病院から出てくるということはお見舞いですか？そんな感じです。こんな時間に面会できる病院もあるんだなぁと少し不思議に思っていると、女性からの返答が徐々になくなり、ルームミラーを確認すると、赤ちゃんと一緒にぐっすりと眠っていました。祖父は二人を起こさないよう静かに車を走らせました。しばらく経って目的地が近づいてきたので声をかけました。お客さん、もうすぐ着きますよ。でも熟睡してるのかなかなか起きません。そして目的地に到着してしまいました。そこは閑静な住宅街にある一軒家でした。目的地に着きましたよ。改めて声をかけ、後ろを振り向くと、女性がいなくなっていたのです。そんなはずはない。慌てていると、運転席側の窓をノックされました。見知らぬ男性が立っていて、どうかされましたかと話しかけてきたんです。祖父はパニックになっていましたが、今あったことをその男性に伝えました。すると、男性は少し悲しそうな表情を浮かべ、そうでしたか、と一言つぶやいてからこんな話をし始めました。あなたが出会ったのは私の妻と子供です。買い物に行こうと親子3人で家を出た直後、トラックにはねられ病院へ搬送されたのですが、2人は亡くなってしまいました。あなたが妻と子供を拾った病院はその搬送先の病院でして、今日はその命日でした。男性は毎年この日になると妻と子供が帰ってくるため待っていたと言うんです。料金はお支払いいたしますので少しお待ちください。あっけに取られていると、男性は家の中へ戻っていきました。しかし10分経っても戻ってこなかったんです。心配になりインターホンを鳴らしたんですが、反応はありません。もう一度インターホンを鳴らすと、中からおばあさんが出てきました。
こんな夜中にどうされましたか？祖父はこれまでの経緯を伝え、家の中へ戻られた男性を呼んでいただけませんかとお願いしました。ああ、そうでしたか。少々お待ちください。おばあさんは寂しそうな声でそう言うと部屋へ戻っていきました。そして再び出てきたおばあさんは、〇〇円ですよね、とお金を渡してきました。金額を伝えていなかったのにぴったりの金額を渡され驚いたんですが、それよりも先に男性のことが気になりました。先ほどの方は？あなたが出会ったのは私の息子です。嫁と子供と一緒にトラックにひかれて亡くなりました。息子は二人をかばって即死したんです。嫁と子供は病院へ搬送されましたが亡くなりました。一体この女性は何を言ってるんだ？混乱する祖父に向かっておばあさんはさらに話を続けました。毎年あの子たちの命日になるとタクシー運転手さんが家を訪ねてきて、男性はいますかと言ってくるんですよ。祖父はだんだん怖くなってきました。そうですか。おばあさんからお金を受け取るとすぐに車へ戻り会社へ帰りました。しかし締め作業をしているとおばあさんから受け取ったはずのお金がなくなっていたのです。確かにカバンへ入れたはずなのにどうしても見つかりませんでした。仕方なくその金額を抜いた分を会社へ報告し帰宅しました。翌日、どうしても昨日のことが気になり再び同じ場所へ向かったんですが、到着した祖父は目を疑いました。昨日家があった場所は空き地になっていたんです。嘘だろ。もう一度場所を確認しましたが間違いありません。空き地には看板が立っており連絡先が記入されていたため、その番号に電話してみました。はい。男性が電話に出ました。信じてもらえないと思いましたが、昨日の出来事を伝えてみると、男性からこんな話をされ、祖父は呆然としたそうです。あなたが出会ったのは私の姉です。確かに空き地になる前は姉、つまり昨日あなたが見たというおばあさんがそこに住んでいました。でも数年前に家族3人を事故で亡くし、そのショックですぐに姉も他界したんですよ。皆さんから聞いた怪談が一冊のホラー漫画になりました。
誰にでも起こり得る実話怪談の世界をお楽しみください。そしてあなたの怪談が本や朗読動画になるかもしれないイベントを全国各地で開催中。10人以下で怪談を語り合う楽しい会で、参加費は無料です。参加者には特製キーホルダーをプレゼントしています。8月は鹿児島、9月は東京でやります。概要欄の応募フォームから申し込んでください。ご挨拶。これは妻のお母さんがお父さんと結婚する前の話です。付き合っていた頃にお父さんの実家へ初めて挨拶に行くことになりました。彼の運転する車に乗り、緊張しながら家へ向かっていた道中、ある長いトンネルの中で渋滞に捕まってしまったそうです。ごめん、混んじゃったね。大丈夫。むしろ心の準備ができるからちょっと良かったかも。そんな会話を交わしながらゆっくりと進む車の列をぼんやりと眺めていると、トンネルのずっと奥からこちらへ向かって歩いてくる一人の人物に気づきました。安全ベストを着てヘルメットをかぶった作業員のような男性です。その男性は一歩進んではペコ、また一歩進んではペコと律儀にお辞儀を繰り返しながら渋滞で停止している車に沿って近づいてきます。きっと工事で渋滞していて一台一台車に頭を下げて回っているんだわ。なんて丁寧な人なのかしら。お母さんはそう思ったそうです。しかし、その男性がペコペコしながらだんだん近づいてくると、言いようのない違和感を覚え始めました。並んでいるそれぞれの車内を覗き込むように腰を深く曲げてお辞儀をしていると思っていたんですが、違いました。明らかに自分を見ていたのです。数台先の車の横でペコッとお辞儀をしているんですが、どう見ても助手席に座る自分を見つめていました。もしかしてこの人、私を見てる？運転席にいる彼は角度的に見えないのか、渋滞に少し退屈した様子でぼーっとしています。お母さんは自分だけに向けられ続けるお辞儀にだんだんと気味が悪くなってきました。しかも男性は少しにこやかな表情を浮かべてるようにも見えます。それがかえって不気味でした。声も出せず固まっていると、作業員のような男性はついに自分たちの車の真横までやってきて、お母さんに向かってペコと深く頭を下げ、そのまま通り過ぎていきました。ほっとして後ろの様子を確認すると、そこにいるはずの作業員の男性の姿は跡形もなく消えていました。ねえ、今作業員の人がいたよね。いたっけ？わかんないや。と彼はあっけらかんと言いました。気のせいだったのかしら。不思議に思いながらも、やがて車は渋滞を抜け、実家へ到着しました。家へ上がり、ご両親に挨拶を済ませると、
まずは仏壇にご先祖様へのご挨拶をしようか、と仏間へ案内されました。緊張しながら仏壇の前に正座し、今お付き合いさせていただいております〇〇です。よろしくお願いします。と心の中で唱え手を合わせました。そして顔を上げた瞬間、息を飲みました。仏壇の上に飾られていた家、その写真に写っている人物こそ、先ほどトンネルで自分に向かって何度も頭を下げてきたあの作業員の男性だったんです。驚きのあまり言葉を失い、家をじーっと見つめていると、ご両親がどうかなさったのと声をかけてきました。いえ。失礼ですが、こちらの方はもしかして土木関係のお仕事をされていた方でしょうか。思い切ってそう尋ねると、ええ、そうよ。うちの主人の父、つまりこの子のおじいちゃんにあたる人だけど、それが何かと不思議そうに答えたそうです。さっき会いました。とはとても言えず、いえ、何でもありません。と、その場は何とかごまかしました。そして帰り道、車の中で彼にそのことを話すと、少し驚いた後、懐かしそうに笑い、こう言ったそうです。はあ、おじいちゃんだな。すごく礼儀正しい人だったからね。俺が彼女を連れてくるって聞いて、挨拶したくなったんだろうね。未来の嫁の初めての訪問がよほど嬉しかったのか、亡くなってなお律儀に、そして少しだけ不気味に、トンネルまで挨拶に来てくれたおじいちゃん。お母さんにとっては少し怖くも心温まる初めてのご挨拶となったそうです。墓地に住む教師。幽霊を信じていなかった私の夫が高校生の時に体験した話です。当時夫はアメリカで開催されたキャンプに参加していました。これは世界中の若者が集まり、3週間ほど一緒に寝泊まりをして楽しく交流を図るというものです。そこで出会ったのが引率スタッフの一人、北海道で高校教師をしているという T 先生でした。キャンプから帰国してしばらく経った頃、T 先生からプログラムに参加した高校生たちに、うちに遊びにおいでよ、と誘いがありました。夫を含む10人ほどの高校生が札幌から電車に乗り、T 先生の家を訪ねたそうです。先生の家は少し変わった場所にありました。市営墓地の敷地内。その一角にポツンと立つ墓地の管理事務所が T 先生の自宅だというのです。夫は深く尋ねることもしなかったそうで、なんで先生がそんな場所に住んでいたのか今となってはわからない
と言っていました。そんなことより、仲間たちとその奇妙な家でワイワイ楽しい時間を過ごしたと言います。夜も更けた頃、T 先生がおもむろに立ち上がり言いました。お前たちに面白いものを見せてやるよ。先生は高校生たちを家の外、つまり墓地の中へと連れ出しました。そして墓石が立ち並ぶ一角を指さし、静かに言いました。あっちの方を見ててごらん。言われた通り、みんなで暗闇の中の墓地を凝視します。なんも見えないじゃん。誰かがそう言うと、先生は、いいから、もう少し見てなさい。と言うだけでした。しばらくして、夫の目にそれが見え始めました。白っぽい人の影。一人や二人ではありません。たくさんの影が墓地のあちこちに現れ、それぞれ思い思いの動きをしているんです。それはまるで人間が日常生活を送っているような自然な動きでした。その光景は集まった高校生のおよそ半数に見え、残りの半数には何も見えなかったそうです。夫はその時まで幽霊の存在など全く信じていませんでした。でもあの夜、墓地で白い人々の影を見て以来、幽霊かどうかはわからないけど、不思議なものってあるんだな、と思うようになったそうです。去年、夫は30年以上ぶりにその墓地を訪ねています。怖がりの夫に無理を言って私が連れて行ってもらったんです。でもその日は土砂降りになってしまって白い影を見ることはできませんでした。またいつかリベンジしたいと思っています。お墓の後ろ。私が小学校3年生の時に体験した話です。この日は夜8時頃に祖父から電話がありました。タヌキが取れたから食べるぞ。イノシシ用の罠を山に仕掛けてるんですが、そこにタヌキがかかったから取りに来いと言うんです。仕方なく私は懐中電灯を持って真っ暗な山に入りました。すると山の下から懐中電灯の明かりと山を登ってくる人影が見えたんです。こんな時間になんだろうと見ていると、近所のおじちゃんやおばちゃんが何人かで上がってきていました。どうしたんですか？〇〇の家のおじいさんがいなくなっちゃって、どっか行って戻ってこないらしいの。大丈夫ですか？山に迷い込んじゃったのか、
川に落ちちゃってても困るから探してるのよ。80歳を超える近所のおじいさんが失踪したと言うんです。私と祖父も合流して近所の人たちとおじいさんの家族で捜索することになりました。ただおじいさんの家族はなんとなく探す当てがあったみたいでした。うちのじいちゃん、ばあちゃんが亡くなった時に墓の前で飲んだくれていたことがあったから、今日も多分そんなことだと思うんだけどね。でもお墓の前におじいさんはいませんでした。どこ行ったんだ。大人たちが途方に暮れていた時、私はお墓の後ろに何かあることに気づいたんです。あれ、なんだろう。近づいてよく見ると、それはきれいに脱ぎ揃えられたスリッパでした。ああ、スリッパがある。と声を出した私は、その後ろの崖をパッと覗いてしまいました。おじいさんが崖の途中にいたんです。ああ、落ちてる。登れなくなっちゃったのかな。そんなことを考えていると、あることに気づきました。このお墓は崖のすぐ前に立っていて、人が落ちないように木でできた杭が何本か刺さっています。それにロープが張られていたんですが、自分の足元にある一本の杭から崖の下に向かって別のロープが伸びていたんです。はあ、死んでる。すぐに理解できていなかった私ですが、ここで急激に怖くなり、走って逃げ出しました。おじいさんは夜中に墓を訪れて、自ら死を選んだのです。小学3年生の時に体験した話ですが、すごく記憶に残っています。でも一番怖かったのは、この村で数年前に起きた事件です。あのおじいさんの息子が自ら命を絶ったんです。40代後半で亡くなったそうですが、彼が何か思い悩んでいるとか、そういう噂はありませんでした。でも死に方が怖いと村で騒ぎになったんです。同じ墓の後ろで草履を2つ揃え、杭にロープをくくりつけ、崖から落ちたのです。おじいさんと全く同じ死に方でした。間違えました。これは私が体験した中で怖さよりも不思議さやどこか間の抜けたような印象が強い、そんな話です。私が高校生くらいの頃でした。住んでいたのは沖縄の古い団地の一室で、トイレと風呂場は一つになっているユニットバス形式。ある夏の蒸し暑い日、私は少し便秘気味でトイレで格闘していたんです。
苦しい体勢で顔を上げたその瞬間、目の前に宙に浮いたおじいさんがいたんです。4、5年前に亡くなった私の祖父でした。そして祖父の隣には子供のような背格好の人物が浮いていました。祖父は私と目が合うなり、あ、と気まずそうな表情を浮かべたんです。そして隣の子供らしき人物が、ああ、間違えました、とつぶやいた瞬間、二人はふっと消えてしまいました。私は唖然として真夏の沖縄のトイレに座ったまま言葉も出ませんでした。ほんの一瞬の出来事でしたが、宙に浮いていた祖父の姿は鮮明に目に焼き付いています。足元はぼやけているものの、確かに人の形をしていました。隣にいた子供は祖父の腰あたりまでの背丈で、今思えば死後の世界への案内人のようなことだったのかもしれません。その案内人が目的地を間違えて私のトイレに現れてしまったんでしょうか。そして私がそこにいたので、間違えましたと慌てて場所を変えた。そんなことを考えてしまいました。どこか間抜けで笑ってしまいそうになる、そんな不思議な体験でした。ユタのおばさん、愛さん、30代女性。私、以前は夜のお仕事をしていた時期がありまして、その頃、ツイッター、今の X ですね。それで友達を作るのが好きだったんです。同じ夜の仕事をしてるけど、職場も住んでる場所も違う人たちとつながると、リアルな職場のしがらみがないから、仕事の愚痴とかプライベートの悩みを吐き出しやすくて、深くまでは踏み込まないけど、壁がなくて話しやすい。そういう関係のお友達がたくさんいるんです。これはその中の一人、沖縄出身の女の子から聞いた話です。10年ほど前に彼女のお父さんの清さんが亡くなってしまった時、彼女とお母さんの二人きりになってしまい、家の中がすごく寂しくて、もともと犬を一匹飼っているけど、もう一匹新しく犬を飼おうか、という話になったそうです。その時、少しでも明るい気持ちになろうとしたのか、二人は少しふざけて、こんな話をしていたと言います。お父さんの名前が清だから、新しい犬は清子とか清子にしようか。突然、家の電話が鳴りました。びっくりした。誰だろう。お母さんが受話器を取ると、電話口の相手は開口一番、こう言ったそうです。あんたたち、死人の名前で遊んじゃいけないよ。電話してきたのは、亡くなったお父さんの妹さんでした。友達にとってはおばにあたる人。そのおばが兄の名前で遊ぶんじゃない、と電話してきたのです。この人は少し厄介な人でした。
沖縄にはユタと呼ばれる霊媒師がいますが、おばは自称ユタだったそうです。本物なのかどうか友人は知らないそうで疑っていました。なぜ信じきっていないのかというと、おばは自分には力があると自称してる割に、ある宗教団体の熱心な信者でもあって、友達が沖縄のお父さんの実家へ帰省するたびに、ものすごい勢いでしつこく勧誘してくるそうで、彼女にとっては関わりたくないおばでした。この時電話でおばはさらにこう続けました。清子とか清子とか兄の名前で遊ばないでよ。犬の名前の話は家の中で、それも二人だけで話していたただの冗談ですよ。それを離れた場所にいるおばが具体的な名前まで言い当ててきたんです。この話を聞かせてくれた彼女は私にこう言っていました。ユタの霊視なんかじゃなくて、家に盗聴器でも仕掛けられてるんじゃないかって本気で疑ったわよ。この出来事は10年前の話です。当時の盗聴器ってある程度電波の届く近場にいて直接受信しなきゃいけないとか、そんなものだったと思うんですよね。もしそうだとしたら、あのおばは家のすぐそばに身を潜めて、親子の会話をじーっと盗み聞きしながら、この絶妙なタイミングを見計らって電話をかけてきたのかもしれません。でも何のために？結局のところ真実はわかりません。自称ユタの言う通り、本当にそういった能力がある人なのか、それとも盗聴していた怖い人なのか、どちらにしても気味が悪いですよね。古い旅館が漁港の近くにあったら何かがあるのかもしれない。そんなことを考えさせられるお話を福岡県出身の女性 S さんが聞かせてくださいました。ゾッとする恐怖体験はやがて深い悲しみを帯びた話へと変わっていきます。これは単なる怖い話ではありません。それではお聞きください。漁港近くの旅館。これは私が大学2年生の夏に体験した少し切なくて怖いお話です。当時、福岡大学に通っていましたが、特にサークル活動などはしていませんでした。そんな私を見かねたのか、同じ高校出身の一つ上の先輩が、夏合宿があるんだけど、人手が足りないから手伝いに来ない？と声をかけてくれたのです。それはユースホステル同好会という国内外の若者が旅などを通じて交流するかなり真面目な団体の活動でした。その年の夏は福岡大学が当番となり、日本全国から集まる大学生をもてなすための合宿を九州のある漁港で行うというのです。その漁港に旅館なんてあったかな。民族学を学んでいた私はなんとなく土地勘があったので、砂浜もなく
漁港という以外、特に観光地でも温泉地でもない場所に疑問を感じつつも、人手不足と聞いて断りきれず、私は参加することにしました。合宿は5泊6日と長く、予定されていた内容は釣りやドッジボール、キャンプファイヤーに出し物大会など、花の大学生とは思えない実に質素で健全なものでした。そして合宿当日、全国から集まった総勢20数名で目的地の旅館へ向かいました。そこは漁港のそばにひっそりと立つ古びた大きな和風建築でした。入り口には錆びた南京錠がかかっており、同好会の部長が大家さんから借りてきた鍵で、ガラ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 、と重いガラスの引き戸を開けました。うわぁ、すごい。中に入ると、そこはまるで時間が止まったかのような空間でした。太い柱、年季の入った柱時計。薄暗く窓も閉め切られていて、ひんやりとした空気が漂っています。2階建ての長方形の建物で、1階の天井は高く、中庭があり、それを囲うように部屋が配置されていました。こんな場所にどうしてこんな旅館が？そんな疑問が再び頭をもたげました。その時です。玄関の土間から見て、右側にあった扉の向こう側から誰かの声が聞こえてきたのです。ブツブツと何かをつぶやくような、性別も年齢もわからない一人の声。他の皆は旅館の雰囲気に、ああ、やっと着いた。大正ロマンみたいな感じでいいね。とか、そんなことを言っているだけで、この声に気づいている様子はありません。今の声、どこから？今、玄関から入ったばかりなので、その扉の奥に誰かがいるはずはありません。不審に思って周りを見渡すと、京都から来ていた参加者の一人、英子さんとふと目が合いました。彼女も何かを探るような表情をしていました。でも目が合うと、すぐにふっと視線をそらされてしまいました。その日の夜、最初のミーティングが行われることになりました。集まったのは玄関の横にあるあの声が聞こえた部屋でした。入るとそこは緑色の薄いカーペットが敷かれた12畳ほどの部屋でした。まるで麻雀卓のような趣味の悪い緑色です。窓側には薄いピンクのカーテン、そして壁にはホワイトボードがかかっているだけの殺風景な部屋です。しかし、その部屋に入った瞬間、私は異様な寒さを感じました。時期はお盆前だったと思うんですが、とにかく肌寒く、本当に手がかじかむくらいです。でも他の皆は、涼しくて気持ちいいね、と言っていて、また、なんかおかしいな、と思っていました。
椅子や机はなかったので、皆で円になって床に座り、部長が明日の予定などを説明し始めました。私は配られた手作り感満載の旅のしおりにメモを取っていました。すると、女の声が聞こえてきたんです。何を言ってるのかはわかりませんでしたが、ブツブツと何かを言っている声がはっきりと聞こえます。誰かおしゃべりしてる。これはミーティング的に大丈夫なのかな。パッと顔を上げ、周囲を見ました。誰も話している様子がないんです。まただ。部長の説明が続く中、他の人はこの声に気づいていません。不思議に思ってキョロキョロ見回していると、私の向かい側のカーテンの前に座っていた英子ちゃんと目が合いました。彼女も明らかに動揺しており、私に向かって聞こえるとでも言うように小さく首をかしげました。私も聞こえるとうなずき返します。女の声に集中すると、カーテンの向こう側をゆっくりと右から左へ移動しているのがわかりました。声はゆっくりと移動し続け、ある時急にピタッと止まりました。すると、英子ちゃんの後ろのカーテンから、スーッと白い手が出てきたんです。血の気が全く感じられない、まるで作り物のように真っ白な手でした。私が唖然としていると、その手は窓を背にして座っていた英子ちゃんの右肩を後ろから掴みました。私は驚きのあまり声も出せず、体が凍りつきました。きゃー。英子ちゃんは肩に置かれた手に気づき、甲高い悲鳴を上げました。でも白い手は英子ちゃんの肩を掴んだまま、ぐいっとカーテンの方へ引きずり込もうとしています。いや、英子ちゃんは必死に抵抗しますが、手はびくともしません。周りのみんなは突然の出来事に何が起こったのか理解できず、ぎょっとした顔をしています。このままじゃ連れて行かれる。そう思った私は恐怖を振り払い、英子ちゃんのもとへ駆け寄ると、彼女の腕を掴んで力いっぱい引っ張りました。そしてしばらく見えない手との引っ張り合いになりました。いや、助けて。英子ちゃんが泣き叫び、私も必死に引っ張っていたその時、ふっと白い手が英子ちゃんの肩から離れ、カーテンの向こうへスーッと消えていったんです。後でこの時のことをみんなに聞いたら、私が急に英子ちゃんをいじめ始めたように見えていたみたいです。私と英子ちゃんはその場にへたり込み、二人で抱き合って震えていました。英子ちゃんは泣きじゃくり、私も心臓が激しくなっていました。そして、はっと我に返った先輩たちが駆け寄り、英子ちゃんを介抱してくれました。
私は A 子ちゃんが襲われたことへの恐怖と同時に、あの白い手に対する怒りがこみ上げていました。一体何なんだと。皆が A 子ちゃんを囲んでる隙に、私は立ち上がり、問題のカーテンへ近づくと、勢いよく、シャーと開け放ちました。窓の下部分が床まである吐き出し窓のロックを外し、ガラッと外へ開けてみたんです。窓の外には誰もいませんでした。ただ、建物のすぐ横にこちらを向いて鎮座する小さなお稲荷さんの祠があるのが目に入りました。結局、A子ちゃんはショックがあまりに大きく、翌朝の始発で京都へ帰ってしまいました。そして合宿3日目、今度は私があの手と遭遇することになったんです。この日は近くの小学校の校庭で大学生たちが本気でドッジボールをするという、今考えるとちょっと不思議なイベントがありました。でも意外と夢中になり、炎天下でボールを投げ合っていた私は熱中症になってしまったのです。気分が悪く頭がクラクラしてきたため、皆より先に一人で旅館に戻り休むことにしました。部長から預かった鍵で南京錠を開け、重い引き戸を開けて中に入ります。後で皆が戻ってきた時に面倒だと思い、鍵は開けたままにしておきました。2階の女子部屋へ上がり、布団を敷いて横になりましたが、なかなか気分は良くなりません。息も少し苦しく感じます。冷たいものが欲しいけど、1階の冷蔵庫まで行くのも辛いな。そう思いながらうとうとしていると、ギシッ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 。誰かが階段を上がり、部屋に向かってくる足音が聞こえました。古い建物なので、床板がきしむ音がよく響きます。足音は部屋の前で止まりました。障子と襖で仕切られた部屋は薄暗く、私は寝たまま目の端で様子を伺っていました。スー。襖が静かに開き、誰かが入ってきて、私の寝ているすぐそばにかがみ込み、顔を覗き込んでいる気配がしました。ああ、先輩が心配して戻ってきてくれたんだ。悪いことしちゃったな。私を合宿に誘ってくれた先輩だと思いました。すると、私の額にそっと手を当ててくれました。その手は驚くほど冷たくて、ほてった額にはそれがとても心地よく感じられました。そして首筋にもその冷たい手が触れ、優しく熱を吸い取ってくれるようです。気持ちいい。私はその心地よさにいつしか深い眠りに落ちていました。ガラ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 。玄関の扉が開く音で私は目を覚ましました。体調は随分良くなっていました。
ゆうこちゃん大丈夫？コンビニでアイス買ってきたよ。先輩が顔を覗き込んできました。ああ、先輩、ありがとうございます。さっきもわざわざ様子見に来てくれたんですよね。すみません。そうお礼を言うと、先輩はきょとんとした顔で言いました。うん、戻ってきてないよ。今みんなで一緒に帰ってきたとこだけど。その言葉を聞いて、私はハッとしました。そういえば、さっき誰かが部屋に入ってきたとき、玄関が開く音が聞こえなかったんです。はあ、人じゃなかったんだ。もともと中にいた誰かがいて、私の様子を見に来たってこと。その時、初めてゾッとしました。夏休みが終わり、大学に戻った私は、この一連の出来事を民族学のゼミに参加する友達と先生にお昼を食べながら話したんです。友達はみんな、いやー怖い、とか言っていたんですが、民族学の教授は神妙な顔でこう聞いてきました。それ、どこの旅館？〇〇です。その旅館、漁港が近くになかった？はい、近かったですよ。ああ、それね、旅館じゃない。昔の遊郭跡だよ。教授の話によると、そこはかつて多くの漁師たちで賑わった場所で、彼らを相手にする遊郭がいくつもあったそうです。私が泊まった建物もその一つで、多くの若い女性たちが過酷な環境の中で働かされ、病気や様々な理由でそこで命を落としていったというのです。お稲荷さんがあったって聞いて、遊郭じゃないかなと思ったんだよね。私はお稲荷さんがあると何なんだろうと思ったんですが、その時は質問せずに後で自分で調べました。お稲荷さんはそういった遊郭の守り神として祀られることが多かったそうです。彼女たちは日々お稲荷さんに家族の無事やいつかここから出られることを祈っていたのだと思います。だからね、と教授は続けました。君が見た白い手も京都の子を怖がらせようとしたわけじゃないと思うんだ。自分と同じように何かを感じ取れる子だと思って嬉しくてつい肩に手を置いてしまったんじゃないかな。そして私が寝込んでいた時に看病してくれた存在については、きっと君と同じくらいの年で病気で苦しんだ遊女の霊がね、君の姿を見て放っておけなかったんだろう。昔の自分たちのようにお互いをいたわり合っていたのかもしれないね。教授の話を聞いて、私はそれまでの恐怖心が不思議と静まっていくのを感じました。あの白い手も、冷たくて気持ちよかったあの手も、そこで苦しみながら生きた女性たちの悲しい魂だったのかもしれません。
私が大学を卒業してからもう随分経ちます。調べたらもうこの場所はなくなっているみたいです。怖かったけれど、どこか温かいような、切ないような、不思議な夏の記憶です。今はただ彼女たちが安らかに眠っていることを願うばかりです。